皆さんこんにちは。最近ね、いろいろね、新しいことにチャレンジしたくて、なんかね、ちょっとロケとかね、ロケの都市伝説とかね、挑戦しようかななんて思ったりして、そしたらみんなどこ行ってほしいですか？僕、日本国内全国だったらどこ行ってほしいですかね？ぜひ教えてください。皆さんから教えてもらったところもぜひ参考にしたいので、コメント欄に書いてください。で、今日はですね、久しぶりの未解決事件になっています。未解決事件っていろいろね、探っていくと、なんかね、本当に未解決っていうわけではなく、答えが分かってることが意外と多いですよね。犯人はもう分かってるけど、隠蔽されているとか、あるいはね、もうその遺族の間で和解されているとか、ただ今日紹介する事件はおそらくガチで犯人がわからない未解決事件になっています。皆さんこの写真知ってますかね？結構ね、不気味なんですよね、この写真。実は、ある未解決事件の中で出た情報をイメージして作られた写真なんです。写真から漂う不気味なこちらの事件は、霧積温泉女性殺人事件。この写真は何なのか。1972年8月12日、群馬県伊勢崎市昭和町在住の K さんは夏休みを利用して母親、弟と共に群馬県の秘境温泉、金東館に旅行に行く予定でした。ただ一つ年下の23歳の銀行員に勤めていた弟が間近になってその都合がつかなくなって行けなくなっちゃったんですね。家の2軒隣に住んでいた奥さんのユウさん、当時39歳を誘いました。しかしね、K さんの母親もまた直前になって仕事が入ったとのことで旅行に行けなくなってしまって、そして2軒隣のそのユウさんもね39歳で自分は23歳、ちょっとね年齢が離れてる、2人で行くのは微妙かもしれないからってことで1人で行くことにしたんです。 K さんは8月12日朝9時過ぎに父親から小遣いをもらい伊勢崎駅まで送ってもらいました。実際19日の朝、 K さんの母親が旅行の準備を整えていたユウさんの元を訪れ、私も仕事が入って行けなくなった、お父さんが K を伊勢崎まで送っていったと話していたんです。伊勢崎駅へとたどり着いた K さんはそこから両毛線や信越本線などを乗り継ぎ横川駅を目指していたようです。途中にある高崎駅で乗り換えのため下車した際は駅内にあったスタンプを持っていた旅行手帳に押したとされています。実際 K さんの遺留品の中にはこのスタンプが押された手帳が見つかっているんです。そして高崎駅で乗り継ぎ横川駅に着いたのはお昼の12時頃とされています。ただこの横川駅、 K さんが目指している金東館まで約14キロも離れている場所でした。ちょっとさすがに距離があるよね。なんでこの横川駅でね降りたのか。実は横川駅は旅館のマイクロバスの送迎場所とされ、当初 K さんもこのマイクロバスに乗る予定で横川駅で下車したとされています。ただどんなに待ってもこのマイクロバスが来ないんですね。そして痺れを切らした K さんは通りかかった国鉄職員の車に乗せてもらい、駅から約3キロ地点にある霧積温泉連絡所へとたどり着いたんです。時刻はお昼の12時40分頃。当時旅館には電話がなくてね、1970年代だからね、ちょっと想像もつかないでしょ。なのでこの連絡所で予約とかね、このマイクロバスのね送迎とかしていたそうなんで、そこに着いた K さんはその子にいたおばちゃんと話し込んでいたとされているんです。ここから霧積温泉までどれくらいかかりますか？3、4時間はかかります。そしてハイヒールでは無理です。こんなやりとりがあったそうなんですね。 K さんが出発した8月12日の天気は快晴、気温は32度とかなり暑い日でした。 K さんの格好は紺色のノースリーブスのブラウス、白のミニスカート、ハイヒール、白っぽい帽子。しかもこの連絡所から金東館まで約ね 10.5 キロの距離なんだそうで、しかもほとんどねこの上り坂の坂道、いやこれさすがに歩いていくのは無理だよって話だよね。しかも暑い真夏ですよ。どんなに涼しい格好してたからってこれ歩きたいとは思わないよね、旅行で。しかしそう言われた K さんは連絡所の近くにあった雑貨店で白の運動靴を購入。あくまでもこの歩いていくっていう姿勢だったそうです。しかし結局は連絡所のおばさんから説得され、マイクロバスを待つことになりました。マイクロバスが来るまでの時間、 K さんとおばさんは1時間以上世間話をしていたそうなんです。なぜか K さんは本当なら3回目となる金東館を初めて訪れると偽り、また予約している名前なども明かさなかったようなんです。これについては当時の新聞で近所の青年が語った内容で、軽いタイプの人ではなかった、どちらかというと第三者にはとっつきにくかったんじゃないかなということから、あまりね自分のこのプライベート個人情報を他人に与えるような人ではなかったんですよね。おそらく寡黙な感じ。そうして世間話しているうちにマイクロバスがようやっと到着しました。14時過ぎ。そしてね彼女はそれに乗んで金東館まで行きました。そして午後15時、霧積温泉金東館へ無事チェックインした K さんは温泉入る以外部屋から出ることはありませんでした。しかも夕食の時間ギリギリになるまでこの2人分のね夕食のキャンセルをしていなかったんですね。お母さんと弟行けなくなったじゃないですか。その2人分のキャンセルを実はギリギリまでしてなかったんです。翌日13日午前8時頃、朝食をとり10時頃チェックアウトした K さんは徒歩で下山しようとしていたところ、当時の金東館のおかみさんに止められました。前日もおばさんに言われていましたが、金東館は秘境で険しい林道が続く場所にあるので下山するのは3
3から4時間かかると、マイクロバスに乗るようにとおかみさんに忠告されます。しかもこの日もね、前日と同様30度超えている真夏日ですよ。K さんの格好は前日と同じ紺色ノースリーブズのブラウス、白のミニスカート、雑貨店で買った運動靴と白い帽子でした。ただ K さんはなんとね、一人でも大丈夫だと言い始めたんですね。ここから K さんが下山を始めて4時間後と思われる午後14時に同じ旅館に泊まっていた家族が車で下山している最中に K さんを目撃し、一緒に車に乗って下山するかを尋ね断られて以降、K さんの消息は不明となってしまったんです。さらになぜかね、K さんは14日に帰ると家族に伝えていたんですね。泊まったのが12日で、その翌日13日、なぜかその次の日に帰ると伝えていたんですね。そして心配に思った家族はね、28歳の姉が金東館までね、行くことにするんですね、捜索に。ただ当時は携帯電話もないから捜索が難しくて K さんを探すことはできなかったんです。8月16日になって父親が警察に捜索願いを提出します。さらに近所の人たちの協力で10人の捜索隊を結成。捜索隊は金東館から下山する道をくもなく捜索していきました。そして16日16時30分頃、父親と捜索隊数名が最後の目撃情報があったところから 1.5 キロ離れた林道から少し入った場所で小屋を発見。不審に思い小屋の扉を開けてみると、そこにはハエが群がった無残な姿でうつ伏せに横たわる K さんの姿があったんです。遺体を発見した父親はすぐに松井田署に通報しました。通報を受けて到着した警察により、その残忍な殺害の全貌が分かってきたんです。まず K さんが発見されたのは霧積ダム建設予定地近くの小屋で、この小屋は一見ね、道路から見えない場所にあったとされています。遺体の状態の詳細についてはグロテスクでね、過激なのでここでは話さないようにしますけど、とりあえず本当残酷な殺され方をしていたんですね。翌日、群馬県警は殺人事件として松井田署に霧積山女性殺人事件捜査本部を設置。死亡推定時刻は K さんが下山した8月13日の昼から夕方にかけてとされ、現場には犯人のものと思われる旅跡と軍手が残されているほか、車のタイヤ跡も残されていました。ただこの旅跡についてはダム建設作業員の履いている旅だと考えられましたが、結局これは無関係と判断されました。手袋は犯人のもので間違いないとされましたが、結局この手袋から何の手がかりも得られませんでした。残るはタイヤの跡。当時現場付近に止まっていたとされる約30台の車が確認され、特にスバルの R2 という車種が小屋近くの林道に計7台駐車しているのが目撃されたんです。なのでこの現場付近で聞き込みを行ったんですけど、結局何の手がかりも得られなかったんですね。他にも当時現場付近にいたとされる霧積温泉にある金東館含む旅館2軒の宿泊客約260人、登山客、日帰り客300人、旅行従業員27人、霧積ダム建設工場現場で働いていた作業員約200人、現場近隣に住む住民、草刈りをしていた作業員約30人、そして K さんの知人、友人約380人、およそ1200人にも及ぶ捜査が行われました。その建設現場で働いていた作業員たちはね、当時お盆だったのでお休みだったんですね。そしてその宿泊客ですよね、彼らもなんか偽名を使っていたりと、とりあえず捜査がね進まなかったんですね、思い通りに。他にも県内の変質者、前科歴のある者も捜査対象に上がり、9月末までには5人までに絞られましたが、これも確固たる証拠が発見されなかったことから捜査対象から外されたんです。なので全く手がかりがわからないまま時間だけが過ぎていく。そんな中、警察は K さんの遺留品の中から何か犯人につながる手がかりはないかとカメラに残っていた写真を分析しました。するとそこには K さんがね、何者かに撮影してもらった写真5枚が残っていたんです。写真は下山当日13日に撮られたもので、最初の2枚は金東館にある水車の前で金東館の従業員に撮ってもらったことが判明しています。3枚目は金東館から 2.2 キロほど離れた、これなんて読むんですかね、篠池園庭で滝をバックに撮影されました。4枚目は篠池園庭から少し降りたところにある近藤の滝をバックに撮影した写真、そして5枚目がこの写真だったんです。最初にも説明しましたけど、これはあくまでもイメージで、5枚目の写真に関しては笹やぶの前で K さんが撮影されていて、親族の証言からこのイメージができたようです。写真は徐々に殺害現場に向かっていると推測されて、最初の篠池園庭で K さんが撮った人物が事件と何か関係していると警察は情報提供を募るため、事件から6日後の8月19日、この3枚の写真を群馬県ローカル新聞上毛新聞が朝刊に掲載したんです。まさかね、問い合わせ来ないだろうと思われていたら、意外にも
当日夜8時半頃、新聞社に自分が恵子さんに頼まれて写真を撮ったと証言する人物から電話がかかってきたんです。その人物は石田義雄、修理工をしている22歳と名乗り、住まいは住所は世田谷区下北沢にあるマンションに住んでいると話したんです。石田は8月13日事件当日、群馬県へは車で友達と2人で釣りに訪れ、松井町横川のドライブイン萩野屋で霧住川をおすすめされ、霧住温泉の旅館の駐車場に車を置いた後、忍びの池滝付近で釣りをしていたと話し、そこで K さんに声をかけられたというんです。石田曰く、自分は写真が苦手だったから断ったが、 K さんがシャッターを押すだけですからと言ったので2回シャッターを切った。その後別れた。時間はお昼過ぎの結構具体的な描写を語ったんですね。でその後ね、彼はその警察の方に出向いてね、いろいろ事情を説明すると語ったんですけど、なんとその後も石田と名乗る人物が群馬県警に来ることはなく、しかも石田が名乗っていた名前、職業、住所全てにおいて存在していないものだったので、結局この人物が誰だったのかは未だに不明とされています。まあ普通に行けばこれいたずらですよね。ただね、不可解なことが一つあって、なぜ石田はわざわざ新聞社に電話をしたのか。というのも石田は東京へ帰ったというなら、なぜ群馬のローカル新聞の掲載内容を知っていたのか。最初から嘘の情報を用意していた点から犯人に限りなく近い人物ではありえそうですよね。なのでこの人物が一番怪しいね、真犯人なんじゃないかと囁かれているんですね。まあ彼がその電話をかけたのもどれぐらいね、捜査がね進行しているのかっていうのを探るために電話した可能性があるんですね。もし結構捜査が進んでいたらもっとねとんずらしてどっか逃げるかもしれないけど、まああんまりにもね警察がね手こずっているようだったら、まあ俺も大丈夫だって思ったかもしれないし、そういった意味でちょっと確認みたいな、よく言うもんね、犯人ってその現場にね再び戻るって。それにしてもこの K さんの行動結構ね不可解な点が多いんですね。なぜ一人旅をしたのか、なぜヒールを履いていたのに徒歩で旅館に行こうとしたのか、なぜ2人分の料理をキャンセルすることをすぐに伝えなかったのか、なぜ一人で下山したのか。みんな家族とね旅行を計画していて、その家族が行けなくなってしまったらどうします？まあ人によってはねそのままキャンセルするかもしれないけど、もしね有給とか休みを取っていたなら、まあせっかくだったら行きたいですよね。そしたらまあ友人を誘ったりさ、恋人を誘ったり。そうなんです。この話、彼女が誰かと合流をしようとしていたとしたら、結構ねこの不可解な行動が説明つくんです。 K さんは伊勢崎市立女子高校を卒業後、市内のガソリンスタンドに勤め、無口で友人関係などあまりない几帳面なので、これまで遅刻や無断欠勤はなく、職場では信頼されていた。旅行好きで休みによく温泉などに出かけていたとされています。しかも当時の女性のことを考えると、その男性ばかりが働いているガソリンスタンドで女性がね働いているっていうのは結構貴重だったんですね、おそらく。なのでそういった意味で彼女にはまあ彼氏がいたと結構周りで、ざわざわ噂されていたんですね。家族にもね伝えていない彼氏がいてもおかしくはないですよね。ここから K さんは一人で旅するという名目で横川駅で合流する予定だったのかもしれません。それなら女性らしいヒールを履くという格好だったのも納得できますし、しかも彼が行くかどうか曖昧な返事をしていたとしたら、連絡所から歩いて行こうとしたのは旅館に向かう途中、彼の車で拾ってもらうつもりだったのかもしれません。均等感についてからもね、彼の到着を待っていたとしたら、食事をギリギリまでキャンセルしなかったのもまあ時代を考えたら納得できるんですかね。すぐに電話とかできるような時代じゃないですから。ただ問題は4のなぜ一人で下山をしたのかというところです。これに関しては本当にあくまで推測ですけど、もし彼氏とかね誰かがいたとして、その人が現れなかったとしたら、もうなんかやけくそになってね一人で歩いていたと考えると、まあ意外とあり得るのかなって思うんですよね。っていうのも当時1970年代は第2波フェミニズムの真っ只中で、この時アメリカやヨーロッパでは通称ウーマンリブというね女性解放運動が活発に行われていたんです。この影響から当時のこの日本社会でも女性がね進出、女性が自立みたいな運動が結構ね進められていたんですね。1960年代にはね主に西洋文化のファッションやライフスタイル、料理のレシピが載った雑誌が主流だったのに比べ、1970年代初めにはそれまでのね女性雑誌とは違うアンアンやノンノなどが増刊され、その後少し大人向けのモアイやねクロワッサンが発刊されるようになりました。なので K さんも一人で旅館に泊まった、一人で旅をしているっていう、まさにね自立した女性の意識が芽生え、そのまま一人で登山や観光地である滝などを歩き散策してみたかったのかもしれません。いやでもそれにしても自分が自立したかったっていう説があったとしても、その真夏日の30度を超えるヒール姿、ノースリーブ、その状態でね10キロも歩くかね。いやちょっ
と歩かないと思うんだけどね、俺は。っていうのも当時のね、その治安っていうのかな、社会情景結構荒れてたんですね。ちょうどこの前の年1971年、同じく群馬県ではね、短期間で8人が殺害された大久保清女性連続殺人事件が起きているんです。他にも1960年代から70年代まではね、暴力団やテロなどによる事件が相次ぎ、年間1年約ね、1000件から1500件程度の殺人事件が発生したとされています。1970年代にはね、第三オカルト宗教ブームが始まって、学生運動や労働争議などが激化し、過激派グループによるテロ事件が相次いでたことから、1970年代には年間1800件から2200件程度の殺人事件が発生していたんです。そんな時にこの山道一人でハイヒール、ミニスカートで歩いていたとしたら、まあおっかないよね。おっかないと男の俺でもすいません思っちゃいますね。まあお盆だったからね、みんなその旅行モードでちょっと浮かれていたから人も多かったかもしれないから、そういった意味では安全だと思ったのか。事件発生から1年で8000もの人数を動員して約1600人もの対象を捜査したんですけど、決め手となる証拠を見つけ出すことができずに、1987年8月に時効となってしまいました。不思議ですよね、この事件。何が不思議って、まあその K さんの行動ももちろんそうなんですけど、その彼女の遺留品に残っていたその写真たちですよね。そのいろんな場所で撮ってもらってるじゃないですか。どんどん事件に近づいているっていう、その写真を誰が撮ったってところですよね。そして最後の写真ですよね。遺族が説明をして、不気味だったと言って写真が出来上がっているんです。個人的に写真を見た瞬間、ちょっとね、もう脳裏に焼き付いてしまいましたよね。離れなくて。手がかりが全くないまま終わってしまったので、ちょっと胸クソではあるんですけどね、今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。